こんにちは。TTS の川本です。この動画では物理エンジンの基礎第5弾として、物理エンジンの非決定論的性質という話をさせていただきます。かなりニッチで専門性の高い内容ですが、物理エンジンの産業応用という観点に立って考察してみようと思います。よろしくお願いします。まず今回のテーマである決定論的な振る舞い、決定論的ではない振る舞いというものを体験してみようと思います。決定論的というのは、一言で言うと同じ結果になるということです。コンピューターや機械というとすごく正確で、同じ結果になるのが当然というイメージをお持ちの方が多いかと思います。例えば電卓アプリを使って 3×7 を計算したとすると、当たり前ですが何回やっても同じ21という結果になります。このように同じインプットに対して常に同じアウトプットを出す動き方のことを決定論的と言います。皆さんが日常的に使用していらっしゃいますパソコンやスマホのアプリのほとんどが決定論的に動いているかと思います。仮に 3×7 を100回計算した中で一度でも22という答えを出す電卓アプリがあったとしたら困ってしまうというか使い物にならないということでアンインストールされるのではないかと思います。これに対して非決定論的というのは決定論的な性質の逆ですので同じ結果にならない振る舞いになります。そんなアプリがあるのかという感じですが、いい例になるのが今流行りのチャット GPT です。試しに使ってみます。物理エンジンはなぜ非決定論的に動くのですかという質問をしています。何やら難しいことをつらつらと言ってきました。回答の中身については後で触れるんですが、まずは非決定論的な動きを見ていきます。今ご覧いただいているのは先ほどと同じ物理エンジンはなぜ非決定論的に動くのですかという質問を別の日にチャット GPT にした結果です。回答を並べてみると微妙に答えが違います。同じ質問、インプットに対して異なるアウトプットを出すことからチャット GPT は非決定論的であるということができます。決定論的な振る舞いと非決定論的な振る舞いをご体験いただきました。大人気のチャット GPT ですが、答えにばらつきがあると聞くと使うのをためらうという方もいらっしゃるのではないでしょうか。逆に日々進化していて、より正しい答えを出してくるならすごいなというふうにポジティブに感じる方もいらっしゃるかもしれません。どちらも正しいかと思いますが、まずチャット GPT は人と会話をするような感覚でお使いになっているかと思いますので、多少結果にばらつきがあったとしても違和感を感じにくいのではないかと思います。しかし数学的なロジックやコンピュータシミュレーターといったものでは、非決定論的な動作は 100% NG です。私は弊社のソフトウェア開発チームに所属していますので、弊社の自社ソフトである 3D マジックレガリスの中でロジックを作ることがあります。仮に私が作ったロジックが日によって違う答えを出したならばそれはバグです。お客様に迷惑をかけてしまいますので、最優先で修正をすることになります。コンピューターやソフトウェアというのは、人が潜在的に持っている曖昧さを排除して、再現性の確保された答えを出すからこそ存在価値があります。物理エンジンについても、これを産業分野で使おうという場合には、決定論的に動作するということがマストになります。では、いよいよ物理エンジンの話をしていきます。わざわざこんな動画を撮っているくらいですので今更ですが、一般論として物理エンジンは非決定論的に動いてしまうことがあります。今ご覧いただいているのは以前にも作ったような鉄アレイ状の物体を床に落下させるシミュレーションです。Unity を使って作っています。
同じ実行ファイルを同じパソコンで何も条件を変えずに実行しているにもかかわらず、鉄アレイの跳ね返り方が毎回バラバラになっています。これが物理エンジンの持つ非決定論的性質の一例になります。ここからは物理エンジンがなぜ非決定論的に動いてしまうのか、その原因を考えていきます。このために先ほどチャット GPT が出してくれた回答に戻ります。5つの答えを出してくれていました。これを一つずつ見ていこうと思うんですが、まず4番目は除外してしまおうと思います。この動画というか、この物理エンジンの基礎シリーズの中では一貫して NVIDIA Physics という一種類の物理エンジンしか使っていないためです。次に簡単なところで5番目を見ていきます。もう一度チャット GPT に戻ります。物理エンジンはなぜ非決定論的に動くのですかという質問ですが、例えばなぜの後にカンマがなかったり、カンマが日本語の句点になっていたり、クエスチョンマークがなかったとしても、人間相手であれば通じるかと思います。しかしコンピューターにとっては大きな違いになる可能性があります。試しに少しだけ表現を変えて、物理エンジンはどうして非決定論的に動くのと聞いてみます。かなり違う結果になりました。同じことを先ほどの鉄アレイのシミュレーションでやってみます。鉄アレイを落とす高さを 0.1 ミリだけ変えると、全く別の動きになりました。さらに 0.1 ミリ変えてみると、また別の動きになります。現実でどうなるのかというところは実験できていないんですが、おそらくこうはならないと思います。現実を模擬できないコンピュータシミュレーターでは使用価値がなくなってしまいます。次に3番目のマルチスレッドを考えます。赤い鉄アレイの動画を再度ご覧いただいていますが、このシミュレーションでは鉄アレイを落とす高さを変えていません。物理的には完全に同じ条件であるにもかかわらず結果がばらついています。実は以前に Unity を使った研究を学会で発表しようとしていた時に同様の現象に直面して困り果ててしまいました。その当時、非決定論的な振る舞いの原因として私が予想していたのがスレッドの影響です。専門的なプログラミング技術になりますが、計算処理を高速化するために、マルチスレッドやマルチタスクと呼ばれる手法を使うことがあります。これは複数の処理を同時並行で行うというものです。先ほどからご覧いただいている鉄アレイは、以前の動画でご紹介したように、たくさんのコライダーで形を表現しています。このため床に向かって落ちていくときに、どのコライダーから床にぶつかるかといったところを判定する必要があります。この時、個々のコライダーに対して一つずつ順番にチェックをかけていくと時間がかかってしまいますので、スレッドを使った並行処理で当たりの生じているコライダーを見つけていくというところが効率的になります。さらに高速性を重視するならば、ぶつかっているコライダーが見つかった時点で、残りのコライダーに対する処理をやめます。しかし、今申し上げたプログラムは、高速で動く代わりに不安定になります。スレッドを使っている関係で、処理をかけるコライダーの順番がバラバラになる可能性があり、結果的にぶつかっていると判定されるコライダーが曖昧になるからです。そしてさらに厄介なことに、今申し上げたような当たり判定や高速化の処理は私自身がプログラミングするわけではありません。Unity が勝手にやってくれます。このため制御しきれないというか、
もうこういう風に動くという風にもう飲み込むしかない状況で当時は半ば諦めていました。ところがこの動画を作っている中で私の予想がどうやら間違っていそうだということが分かってきました。動画用のデモとして今回赤い鉄アレイのシミュレーションを作ったんですが、どんなにコライダーを増やしたり接触条件を複雑にしても結果は決定論的になりました。そこで改めて調べてみたところ、NVIDIA Physics の公式文章の中にこのような記述を見つけました。アクターというのが独特な表現で難しいですが、要はゲームのシーンの中に物理演算に関わるオブジェクトを登場させる順番を変えたり、シーンの中に新たにオブジェクトを挿入したりすると決定性が失われるということです。実は先ほどからご覧いただいている赤い鉄アレイのシミュレーションでは、これを踏まえたトリックを仕込んでいます。左右の森の表面に設けたコライダーを実行時には無効化しておき、床に向かって落ちていく最中にランダムなタイミングで有効化するというトリックです。左右のどちらが先に有効化されるかや何サイクル隔てて有効化されるかがランダムに決まっています。この処理を仕込むことでご覧いただいたような非決定論的な動きが発生しました。残った1と2ですが、これらは今回考えないことにします。同じパソコンで同じ実行ファイルを叩いているからです。不動小数表現による値の丸めは確かに計算結果に効いているんですが、同じ環境であれば結果は再現するはずです。最後に応用です。物理エンジンには2つ困ったことがありました。1つは計算条件を少し変えただけで結果が大きく変わってしまう場合があること。もう1つは同じ物理条件であるにもかかわらずタイミングの影響で動きが変わってしまうことです。これらにどう対処するのか考えていきます。まずは1つ目、計算条件の問題です。一般論としてコンピュータシミュレーション、つまりモデル解析は様々な条件下で一様に動かないと価値がありません。モデル解析というのはある条件で正しければ他の条件でも正しいだろうという演繹の上に成り立っているからです。このことをご理解いただくために、水深100メートルの水圧で人体がどのくらい潰れるのかを調べるという課題を考えてみます。生身の人間を100メートルの海中において実験することはできないので、計算機の中に人のモデルを作って代わりに潰れてもらうわけです。モデル解析では必ず作成したモデルの妥当性を評価するという工程が必要になります。例えば、飛び込み用の深いプールと水中でも動作する3次元座標計測装置を使って何度か5メートルの水深で人の潰れ方を実験しようという具合です。この実験結果と一致するようにモデルを作り込みます。水深5メートルでの潰れ方をよく再現することができたら、妥当なモデルを作れた。他の条件でも大丈夫だろうというふうに判断をして、同じモデルを100メートルで使います。これが一般的なモデル解析のやり方です。ここで計算条件の違いでモデルの挙動が変わってしまうと、5メートルで行ったモデル化の検証を100メートルに適用できなくなり、結果、計算の信頼性が失われてしまいます。このため、計算条件によって挙動が変わるというのは、モデル解析では NG になります。一方で、これも一般論なんですが、非線形性を含んだシステムの中では、ある条件を境に動きが大きく変わってしまうということが潜在的にあります。実は青い鉄アレイのシミュレーションはコライダーが貫通するかしないかのギリギリの境界を探してあえて極端にばらつくように演出して作っています。
また、私独自のやり方ですけれども、たくさんのコライダーを使って複雑な当たり判定をしているというところも聞いてしまっています。以前にも同じことを申し上げましたが、あらゆる条件で正しい答えを出す数式やソフトウェアといったところは存在しません。使える範囲を丁寧に調べる必要があるというのは、コンピュータシミュレーションの潜在的な問題であると言えます。例えば先ほどの水圧の課題であれば、5メートルの結果をいきなり100メートルに適用するのは乱暴だから、ダミー人形を使ってなんとか50メートルでも実験しようというアプローチです。次に2つ目、コライダーを有効化する順番の問題です。赤い鉄アレイの結果のばらつきはトリックで実現してますので、トリックを取り除けば決定論的に動きます。しかしこれは問題の解決にはなっていません。私がわざわざたくさんのコライダーを使っているのは、物体形状を反映した物理シミュレーションを行いたいからです。たとえ決定論的に動いたとしても、トリックによって生じたのと同じバリエーションが同じ形状と同じコライダーに対して生じ得るのだとしたら、物体形状と物理現象の関係を順に解析したというところにはなりません。具体的な仕組みはわからないんですが、NVIDIA Physics のリジットボディは、万有引力みたいな仕方で接触する前から互いに影響を及ぼし合うようです。だから鉄アレイがまだ中空にある状態でも、コライダーを有効化するタイミングによって落下の仕方が変わったということだと推測しています。これ自体は NVIDIA Physics に特有の動きかと思いますので、深掘りしても仕方がないんですが、NVIDIA Physics が高速処理を実現するためにあえてこうした動きにしているんだろうというところは考慮すべきだと思っています。一般的にロジックを答えを早く出すように作ろうとすると、計算結果の正確さ、答えの正確さは犠牲になります。NVIDIA Physics に限らず、現状の物理エンジンの多くがアニメやゲームでの使いやすさを重視して高速性を優先していると思います。この常識を変えていく必要があるというふうに思います。一つ注目すべき動きがあります。何年か前から Unity は NVIDIA Physics から距離を取り、決定論的に動く別の物理エンジンに乗り換えたり、物理エンジンを独自に構築していこうという動きを見せています。Unity の動向が産業界を意識してのことなのかはわからないんですが、方向性としては好意的です。こうした動きがどんどん活性化してほしいというふうに思っています。この動画では物理エンジンの非決定論的性質について考察しました。今回もかなり難しくて、話も長くなってしまったんですが、メタバースを使おうというふうにトライされている産業界の方々にぜひとも知っていただきたい内容でしたのでお話しさせていただきました。次回はこのシリーズの最後になりますので、総括のような話をしたいと思っています。今回は以上になります。ご視聴ありがとうございました。